どうも、MBTI の本を参考に日々いろいろなことを考えています。R です。自分としてはそわそわするのに誰にも分かってもらえないことってありますよね。それ、もしかしたら内的緊張状態かもしれません。今回は感情知覚的態度の FP タイプについて MBTI の状態の一つである内的緊張になるとどうなるのか、MBTI へのいざないユングのタイプ論の日常への応用を参考にしながら見ていきます。前回の周囲に与える印象 IP 編でちょっと触れた主機能 FI は本当に優柔不断なのかという内容も含まれてくると思いますので注目してみてください。内的緊張を軽く説明してみますと、各タイプ持っている内側に向いている機能と外側に向いている機能が引っ張り合いになってどちらの考えも十分に考えきることができなくなるような状態のことだそうです。この状態の時どのタイプも初めにやりたいことは一度立ち止まって自分の内側に向いた考えの方を進めてみること、つまり内省のようなものなんですけど、それが FP タイプの4タイプ ESFP、ENFP、ISFP、INFP にとってはどういうことになるのかを今回詳しく見ていこうと思います。その前になぜ内的緊張の分類が FP という分かれ方になるのかざっくりお話ししてみると、知覚的態度 P というタイプは外界に向いている機能が知覚機能になります。ということは自然にする考え方の組み合わせの決まりから内側に向いている機能が判断機能になるということもわかるんですよ。じゃあ判断機能の T と F のうちどっちの機能を使っているのかといえば F です。ということで内側に向いている機能が内向感情 FI になるタイプを表す FPという分かれ方になっているようです。各指標や序列についてまだよくわからない場合は概要欄から MBTI という宇宙シリーズの各回も参考にしてみてください。それでは内的緊張状態とはどういう状態なのかに入りますね。この状態の一番興味深いところは周囲の人から見たとき特におかしな状態だとは思われにくいところです。内的緊張状態は誰から見ても明らかに慌てているとか様子がおかしいような状態ではなく、周囲の人から見たら普通に見えるどころかむしろ何か好印象を与えるような状態に見えたりもするくらいなのに、本人からしたらそわそわする、そんな状態だそうです。だから内的緊張状態の時の特徴には、これが緊張と呼ばれる状態の時の特徴なの？と思うような好印象な特徴が羅列されています。そうなるのはあくまで心的機能全体のバランスとしては、その人が自然に使う比率の高い、つまり序列が高いと言われる主機能や補助機能という位置に来る考え方を使っていることに変わりないからみたいなんですよね。だけどその組み合わせの中でのバランスが崩れているというような感じです。どう崩れているのかというと、主機能と補助機能の位置に来る機能の組み合わせは、内界と言われるその人の精神世界に向いているものと外界と言われる現実世界に向いているものの組み合わせになると決まっているんですよ。普段はそれをバランスよく使っていますが、内的緊張の時はそれぞれの機能が引っ張り合うことでその人の内側が緊張状態になってしまうんですよね。この状態が始まるきっかけは、内界に向いた考え方を本当はもっと進めたいと思っているのになかなか内向の考えの順番が回ってこずに、外界に向いた考え方の方にばっかり意識が向き続いているので、内向の考え方が意識を内側に引っ張り始めることだそうです。つまり内省のような考え方を本当は進めたいけどその時間が取れていないような、忙しいと表現されるような状況になっているというイメージでもいいかもしれません。これは MBTI へのいざないの中でも出てきたのですが、近年たとえ普段から外界に意識が向いている傾向が強い外向タイプであっても、意識的に自分の内側に意識を向けることができる時間を取る必要性を感じやすくなっているそうです。
そのくらい外界からの刺激が多いし、忙しく過ごす傾向が強くなっているんだそうなんですよ。だから、内的緊張状態を解決するにはどのタイプも一回立ち止まって内界で考えを進めてみる方がいいということになるんですよね。とはいえ内的緊張状態の時は、内向外向のバランスこそ崩れているものの、そのタイプの自然によく使う主機能や補助機能を使っていることに変わりはないので、外界から見たとき、バランスを崩した状態になっているとは思えない好印象な特徴が見えてくることがあるのかもなと思います。そんな内的緊張の時の特徴は MBTI へのいざないの中で2段階に分けて紹介されています。内的緊張になり始めの頃の特徴とあまりにも続きすぎた場合の特徴です。どのタイプも1段階目の特徴ではむしろ好印象な特徴になりますが、2段階目では好印象とは言えないものになります。これはおそらく内的緊張状態になり始めの頃は内向の考えこそ進められてはいないものの、外向の考えについては十分すぎるほど使っているからなんじゃないかと思います。そうやって内向の考えを進める時間の分まで外向の考えに時間を割いて考えているので、外界の他者から見た時などはむしろ好印象になっているのかもなと思いました。だけどその状態が続きすぎると、もちろん本人の感じるストレスも大きくなるし、お互いが引っ張り合うことで外界の考えも十分に進みきっていない状態になって、だんだん外界の情報を処理しきれなくなってきたり、自分の内側の考えも未処理のものがどんどん増えていくような状態になって、好印象とは言えない様子に見えてくるのかもしれませんよね。それではそれぞれどんな特徴になるのか MBTI へのいざないから、まずは FP の内的緊張になり始めた頃の特徴を引用します。感情機能と知覚的態度、協調的で順応的、寛容な、どちらかというと思いのままを表現する、人の気持ちに敏感で思いやりのある、ユーモアを楽しむ。ということで FP の人たちが内的緊張の時は内向感情 FI に内側に引っ張られている状態になります。内向感情 FI は特に自分の気持ちのことばっかり考えている印象もあるとは思うんですけど、仮にも判断機能だから決めるための考え方なんですよね。それが外界に意識が引っ張られてしまっていて十分に使えていないような状態になってくると、とにかく外界の情報を知ろうとすることに意識が向きやすいんだけど、本人としては本当は決めたいなと思っている可能性が高いということだそうです。だから外界から見るとさっきの特徴のような協力的で順応的だなとか寛容だなといった感じで、自分の意見より外界から来た情報を受け入れてくれるな、協力的だなという印象になりやすいんでしょうね。さらに感情 F なので人に注目するし、反応そのものも人間関係を良好にするためのものになる傾向が強いので、自分もユーモアのある表現になったり、相手のユーモアに対しても一つ一つ受け取って楽しんでいるような様子が見えやすいんだと思います。ここまで特徴を見てきて皆さんも感じているかなと思うんですけど、周囲に内的緊張状態になっている人がいたとしても、他者がそのことに気づくことは至難の業なんじゃないかなと思うんですよね。何かおかしいとは感じにくい様子しか見えないですからね。だけど本人からしたら逆に、自分はこんなに穏やかじゃないのになぜ周囲の人たちは何も気がつかないのかと思うくらいかもしれないんですよね。続いてはこれが続きすぎるとどうなるのか MBTI へのいざないから引用します。この心理状態にとどまりすぎた場合、直情的になる、気が散りやすくなる、短気になるということで、この特徴が出ている頃にはもうだいぶ内界に意識が引っ張られてきて、外界への考えも十分に働いていない状態になってきているのかもなと思います。ただ特徴としては、さっきのなり始めの頃の特徴を悪い方向へ進ませたような特徴になっていますよね。どちらかというと思いのままを表現するだったのが、よりそのまま表現している
直情的になるとなったような印象と、人の気持ちに敏感で思いやりのあるなどの特徴だったところが、よりいろいろなことが気になって気が散りやすい印象になったり、まさに外交の考え方も内交の考え方も十分に進んでいないんだろうなと思わせるような様子だなと思います。そんな時どうしたらいいのかといえば、冒頭のように立ち止まって自分が内界で何を考えたいのか、ゆっくり自分の内側で考える時間を取るということなんですけど、それは FP の場合どういう考え方になる傾向が強いのかを考えてみました。FP は内界に向いた考え方が内向感情 FY になるので、価値観をもとにして何かを判断するための考え方をもっと進めた方がいいってことなんですよね。どういうことかというと、内的緊張の時は本当は決められる部分があるのに決めるために考える時間を得られていないというような状態になっているイメージなので、積極的に自分は本当はこうしたいと思ってるんだよなという考えに目を向けて、そのこうしたいを考えることを進めてみるといいんだと思います。ただ内的緊張状態になるということは、おそらくその人が外界の刺激が多すぎる状況にいるとも言えるんじゃないかと思うんですよ。単純に忙しいとか情報が多すぎるような状況だったりすると思います。そんな時に、じゃあ一回外界のことは置いておいて手を止めて自分の内側で考えますねという切り替えをするのはそう簡単なことではないと思います。だからこそ無理やりにでも意識的に内向の考えを進める時間を取ることが今の時代は余計に必要なのかもしれませんよね。周囲に内的緊張かもしれない人がいると感じたら、関係性にもよりますが、ほっと一息つけるような時間を取れるようにしてあげると、内界での考えを進めることができて、内的緊張状態から解放されることで、いつも通りの落ち着いたその人に戻ることができるかもしれません。ということで今回は内的緊張シリーズの最終回 FP 編でした。いかがでしたでしょうか？僕の YouTube 動画への向き合い方も最近だいぶ変わりましたので、動画がすごく短くなったり、シリーズをちゃんと一つずつ終えるようになったりしています。お聞きいただいている皆さんも気軽に楽しめるようになっていたら幸いです。次回からは気質論に合わせた分類での違いについてお話しするシリーズを始めます。それもこれも今後主機能が同じ2タイプを比べるシリーズをやろうと思ってるからで、比べるための分類を前もって整理している段階だということなんですよ。他にもいろいろなタイプを比較するシリーズを予定していますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。